こういった形でね、でその上にねタチウオの身をタチウオをねさばいて、で酒蒸しをね作っていきたいと思いますと。タチウオね、これ見てわかる通り、このね非常に長くて扱いづらいので、タチウオをさばくときはね、これね、とりあえずは頭を落として、でこの辺りでね扱いやすい大きさに割ってさばいていきたいと思いますと。でね、タチウオって珍しい魚で、これね、まずね体表に鱗がないんですよ。で鱗がない魚って大抵ね、アナゴにしても何にしてもぬめりで覆われてるんですけれど、タチウオはねこのぬめりがないんですよね。包丁だとかでこそげるとこういった形でね、この体表のこの銀に簡単に傷がつくんですよ。扱う際はね結構優しく扱ってあげた方がいいと。あとね、頭を落とす際なんですけれど、普通の魚ってね、ここに胸びれがあって腹びれって言ってね、だいたいこことここ2箇所にヒレがついてるんですけど、タチウオはねどういうわけか腹びれが存在しないと。腹びれをね動かすための骨がないので、普通はね頭を落とす時って腹びれの骨も一緒にこの辺りからこうね、こういう感じで落とすんですけれど、タチウオの場合は、腹びれがないので、このねカマのギリギリまで身を取ることが可能ですと。こういった形で頭を落としたら、あとは、内臓をかき出してと。僕はねいつも身を半分に割るときはここのねへそ、内臓の終わり、だいたいねいつも半分に、落として、でそこからさばいていくと。で半分にしたらこういった形でねお腹を裂いて、内臓を取り出していきますと。産卵期になるとこうやってね結構大きめの卵を持ったりもするんですけれど、タチウオってね産卵期でも比較的身の脂が抜けにくい魚でして、ただ旬は夏なんて言われるんですけれど、正直ね通年を通してそこまで味に差がない魚ではありますかね。血合いをかき出して、でここでね一旦水洗いをしますと。水洗いしたらここからねさばいていくんですけれど、基本的にはね3枚おろしでタチウオというのはおろせる魚なので、こうやってね、腹側に入れて背中側にね包丁を入れて、真ん中まで入ったらね、あとはこの中骨を切り離してあげれば、おろせる魚ですかね。おろせはするんですけれど、おそらくねスーパーなどで見かける際はぶつ切りになった状態で見かけることが多いと思うんですよ。焼き魚にする場合は、正直このまま皮目に包丁入れて塩して焼くだけでも十分美味しく焼けるんですけれど、もし手間でなければこのね背びれのこの骨をねこうちょっと包丁を入れて、こう裏面にもこう包丁を入れてあげると、こういった形でね背びれだけ骨が抜けるんですよ。これをやってから焼いてあげた方が、食べる時にね食べやすいとは思いますかね。これなんで背びれを抜いとくと食べやすいのかというと、こっちのね中骨はこの太い背骨からつながって出てるので、焼いて箸で崩してもこっちはついてこないんですよ基本的に。
まあこのね食べた時に身と一緒にね口の中に入ってくるのはこのヒレから出てるこの骨なんですよね。これがここについてるわけなんですけど、この骨がね結構身に混ざって口の中に入ってきて、でタチウオの骨ってね結構硬いので、背びれだけこういった形で抜いておいてあげると、焼き魚にしてもねだいぶ食べやすいかとは思うので、3枚におろすの面倒だったらせめてね背びれだけでも抜いておいてあげると食べやすいかな。タチウオをね3枚におろす時の、注意点というかポイントは、これねタチウオってねこの背骨が三角になってる魚なんですよ。ここのね背骨が、三角形の形をしているので、そうだからこのね三角を意識しながらおろしてあげると、この辺にね身が残らずにおろせるんじゃないかな。よかったらね試してみてくださいと。ちなみにねタチウオの語源は、この見た目がね刀に見えるからとタチウオっていう説と、あとね、食事をする時にこう立って泳ぐってね、こう縦に泳ぐんですよ。で立ち泳ぎをするから、タチウオというっていう説と、なんか2通りありますかね。ここからね酒蒸し作っていくんですけれど、まずはね食べやすい大きさに切って、皮目にね包丁を入れますと。で蒸し物もね、魚に火を通すので当然ね皮目が縮まるので、これ皮目に包丁を入れておかないと蒸した時にねこう身が反り返った出来上がりになってしまうので、こういった感じでね浅く、皮目に包丁入れてくださいと。そうしましたら、今度は身に薄くね塩を振りますと。これねいつもはね臭みを抜くために塩を振る場合が多いんですけれど、今回はね臭みを抜くというよりは、下味をつける目的が強いので、本当にね薄めに塩をして、でこのままね10分ほど置いて、味を入れていきますと。で、10分ほど置いて下味がついたら、これ湯霜をするんですけど、湯霜はねこれ本当に短めにさっと通すだけっていう、普段の臭み抜きでする湯霜よりもさらに短く本当にくぐらせるだけというイメージですね。で、いつもはね湯霜した後に氷水に落とすと思うんですけれど、氷に落とすとねこの魚の身が締まって蒸し物のね良さであるふわっと感が出なくなるので、氷水に落とさずにこのまま蒸し器に入れますと。で、ここからね蒸し器に入れていくんですけれど、蒸し器に入れるときはこういった感じでね、昆布を1枚敷いてあげて、でその上にね、タチウオの身をのせて、ここにね酒を適量振ってあげて、この器ごと蒸し器に入れて蒸していきますと。で蒸す時はね、このままバットごと蒸し器に入れて、で蒸す時間なんですけど、これぐらいの大きさのタチウオだったら8分ほどで火が入ると思いますので、8分ほど蒸していきます。もしね途中で野菜入れる場合なんかは、このね蒸している途中に蓋を開けて、ここにね野菜を入れて、で一緒に蒸してください。今回はこれは、しめじですね。しめじと、大根おろしを一緒に蒸していきます。こういった形でね全体に火が入ったら、出来上がりと。あとはねもう盛り付けて食べるだけですんで、
思い思いのままに盛り付けて召し上がっていただければと思いますので、もうこの辺はね好みで盛り付けてくださればと思いますね。酒蒸しって最初にね塩をしっかりしてればいいんですけれど、どうしてもね味が薄くなりやすいので、僕はね酒蒸しはこういった感じでちょっとポン酢をかけてね、チリ蒸しじゃないですけどちょっと酸味を効かせてね食べることが多いですかね。タチウオの酒蒸しの作り方でしたと。以上です。